スカイブで初めて依頼いただきました。調子になった私が絶望するに。おいおい、今絶望したら、そのスケブで依頼くれた人がかわいそうやないか。俺にそんなことをさせるっていうのが、絶望したようなやつに、俺はスケブを書かせなきゃいけないが。依頼者のことちゃんと考えてるか？絶望した状態で依頼に挑めんのかい？何言ってるんだい？当たれ。次。最近書きたい絵が定まらず全然書けないよ。スランプじゃない。君たちが言うスランプはスランプじゃないです。ただ単に調べてないだけ。わからへんから書けへんってなってるだけやろ。それはスランプとは言いません。本当のスランプっていうのは、書ける人がな、よく書けたなって思ってるんだけど、全然納得しないね。なんか、思ったより変わり映えしない。で、その時っていうのは、やっぱり、同じ絵を描いてしまってるだと。似たような話を描いてしまってるとか、マンネリ化してる時が多いね。初心者が言うね、絵のスランプってね、大体が頭の中で思いついてんのはあん。だけど、ろくに調べず書いてるから、書けない。それをスランプって言い出すね。違う。こんにちは、コンハです。美少女の顎の下を見たことがあるでしょうか？美少女の顎下は省略されることが多いです。顎下は私の知人が苦手な部分なので説明することにしました。人の顔を下から見ると、顎の下が丸く首が繋がっています。しかし、漫画風の絵では、顎の下の空間を省略するため、顔の立体感が弱まります。このまま進めることもありますが、顎下に描写を加えて、立体感とクオリティを上げたい方は、半分ずつ取り入れて描いてください。顎下を完全に表現するのではなく、尖った顎を少し削って、丸く整えます。その次に顎の下と首の下をつなげます。このように顎と首をつなげてください。その後に明暗で顎と首の境界をぼかします。鮮明な線を少し消して、境界をぼかしてください。顎の境界を鮮明に表現するのではなく、色だけでシンプルに区分します。こうすると、画風と立体感をどちらも表現できます。ここに細かい描写を追加すると、さらにクオリティを上げられます。少しずつ整えます。顔について説明したついでに、簡単に肌の色塗りをお見せします。同じような色を選択して、影を入れます。眉毛は向いている方を長く描いてください。目の下にも薄く明暗を入れて、立体感を出します。薄く入れるだけで立体感が出ます。比べると違いがわかるでしょう。続いて、横から見た様子をお見せします。横顔は、顎と首を完全に分離して描くことが多いです。このように完全に分離して描きますが、実際は顎と首の筋肉が繋がっているため、互いに引っ張り合って、間の筋肉が露出されます。漫画的な表現より、リアルな表現を加えたい場合は、この表現を簡単に追加してください。顎と首の間にある空間を、簡単に埋めます。正面を向いている横顔も空間を埋めると、リアルな首の形になりました。このようにクオリティを上げられます。次は正面から見た、完全に上を向いている顔を描いてみましょう。ダイヤモンドの形を描きます。ダイヤモンドの角度に合わせて横の顎をつなげ、普段通りに正面を向いた頭をイメージして、つなげてください。少し歪んでも構いません。次に、顔に中央線を描きます。耳を描いて、顎を少し整えます。ダイヤモンドの形を元に丸く整えてください。首をつなげて、残りの顔を描写します。簡単に鼻を描きましょう。鼻の底面を表現します。口角は下から見ているため、少し上に上がります。次に、目の位置を合わせます。基本の枠を決めて、整えながら描いてください。下塗りしてみましょう。このように鮮明な境界を、肌のように表現していきます。丸く柔らかく調整しながら行ってください。形を整えることは非常に重要です。この方法で描いた、完全に顔を上げた絵を用意しました。顎を完全に上げた絵も区分するために、顎と首の境界に線を引きましたが、顎と首の境界をぼかしてください。明暗の色を選択して顎の明暗を表現します。先ほど入れたダイヤモンドの形を意識して、同じように入れるといいでしょう。このように首に影を表現します。僧帽筋や鎖骨にも明暗を入れます。ある程度の形が描けたら、ダイヤモンドの形に沿って、さらに暗い色で明暗を重ねます。ダイヤモンドの形で重ねてください。自然に演出できました。美少女の顎下を描くことは少ないため、この部分を説明するかどうか悩みましたが、私のような学生は、少女の顎下の描き方が気になるかもしれないと思いました。こんにちは、コンハです。第7硬派、
読者とキャラクターの距離感の表現と視線の描き方です。人の顔を見るときに最も先に視線が向く部分は目です。イラストも同様に、キャラクターの顔の中でも最も先に視線が向くのは目です。そのため、目には人の関心が集中し、目の役割が重要になります。この絵の視線処理を確認してみましょう。このキャラクターは読者の方を見ていません。体の向きと顔の向き、目の向き、すべて読者ではなく違うところを見ています。このような視線処理から、読者は自分とキャラクターが親密な関係ではないことがわかります。不特定多数の人が集まる地下鉄なので当然です。視線の流れと場所の特徴から、読者と主人公が親密な関係でないことがわかります。2番目は後ろにいるエキストラです。エキストラもキャラクターと親密な関係には見えません。後ろにいるエキストラも同じく、体の向きと頭の向きが、どちらもキャラクターと違う方を向いており、交わっていません。しかし、人々の視線は明度に向いており、すべてのエキストラが明度を見ています。このように、この点から読者は、前と中央にいるキャラクターが主人公だと認識します。このように、キャラクターの視線は、読者の視線の流れになり、読者の視線を誘導する要素になります。3番目は、最も重要な読者です。先ほど説明したように私たちはキャラクターを遠くから見ているだけで親密な関係ではありません。このように私はキャラクターを見ていますが、キャラクターは私と関係ないところを見ており、エキストラと同様に互いに視線の交流がありません。明度がこの辺りにいるとしたら、読者はここから見ているだけです。キャラクターを近づけてみます。このようになると、見ている通行人位置から横にいる乗客位置に変わります。他の絵でも比べてみましょう。この絵でキャラクターとの距離感と視線の流れを確認してみます。この絵の主人公は中央にいるキャラクターだと思います。中央にいる主人公の視線をたどると、前にいるキャラクターに向かっています。見ているキャラクターが目を閉じているため、この絵の視線の流れはここで止まります。うるさくて見ているのか、主人公が右側の女の子が好きなのか、様々な理由が考えられますが、前にいるキャラクターの目を変えてみると内容が変わります。前にいるキャラクターの目を開けると、主人公の視線をたどって、右側の女の子を見るようになり、右側の女の子が見ている、左上のキャラクターを見るようになります。ここでもう一度考えるでしょう。うるさいからなのか、女の子が好きなのか、それに加えて、自分が好きな男の子と楽しく話しているからなのか、このように絵を見るときに、想像できる内容の幅が広がります。絵の内容を広く解釈できるようになり、様々なことを考えます。他の場合も考えてみましょう。中央のキャラクターが勉強に集中して、机を見ていたら、このキャラクターは熱心に勉強するキャラクターで、他の人が遊んでいる時に熱心に勉強する優等生、または友人がいない学生だと思うでしょう。それと同時に、周りにいるキャラクターは、エキストラになります。キャラクターの視線処理は、読者が絵の内部に関係がなくても、視線の流れをコントロールして、キャラクター間の関係を考えさせることができます。続いて、ありがちなミスについて説明します。こんにちは、コンハです。今回は背景と画面構成について説明します。顔や人体、物まで全て描けても、背景の描き方はわからない方がいるはずです。最初から素晴らしい背景を描こうとするのは、よくありません。まずは簡単な背景から描いてください。背景には投資が必須だと考える方もいますが、背景がシンプルでも悪い絵ではありません。理論を考えて描けば、投資がない絵でも魅力的な背景が描けます。私の絵を例に挙げると、この絵は背景に投資がなく、シンプルな形をしていますが、視線が顔に集中する要素を多く入れています。絵のシルエットを考えると、この絵は大きく3つの色に区分できます。1つ目はピンクの背景。2つ目の髪の毛と服の色は、ほぼ同じ色なので1つのトーンにまとめて、キャラクターのシルエットを大まかに描きます。3つ目は肌の色です。大まかな形を描きましたが、これを見た時に最も目立つ色は、肌の色です。なぜかというと、色には深色色と光体色があるからです。前に出ているように見える色を深色色、後ろに下がっているように見える色を光体色と呼びます。色相で区分すると、暖色に近いほど深色色、寒色に近いほど光体色になります。暖色は、このような黄色や赤系の色で、寒色は紫や青系の色があります。明度で区分すると、明度が高い色が深色色、明度が低い色が光体色です。彩度でも区分することができます。彩度が高いと深色色、彩度が低いと光体色になります。この絵では、肌が最も明るい暖色で、前に出ているように見えるため、キャラクターの顔がよく見えます。背景が白だとしたら、視線が顔よりも背景の白に誘導されます。また、キャラクターの暗い部分を消しても、背景と肌の色相対比が強くないため、あまり目立ちません。したがって、肌を暗い色で囲って強調しました。この絵は色相対比だけでなく、他のテクニックも使っています。リップスティックの形を見ると、すべて直線要素の物体ですが、このような形になっており、これらをすべてつなげると、キャラクターの顔を囲っています。これをフレームと呼び、四角形のフレームで顔を囲うことで、読者の視線を閉じ込めます。
視線の流れをフレーム内に閉じ込めて、キャラクターの顔に視線を止める効果があります。フレームは線でつなげる必要はありません。曲線やデコボコした形でも構いませんが、重要なのは、この形が強調したい位置を囲っていることです。次に、後ろの白い線を見てください。線の要素は、視線の流れを誘導する力があります。円から見ると、円がキャラクターを横切って、キャラクターの顔に視線を集めます。他の線も同様に、視線の流れが顔に集中するようにサポートしています。横向きに引かれている直線を見ると、長いカンバスの中でも視線が上に向くようにサポートする役割を担っています。このように絵のオブジェクトや要素でキャラクターを強調する方法を考えながら勉強して絵を描いてください。これを見て全く同じようにリップスティックと線を描いてはいけません。私が誘導した視線の流れを見て自分なりの方法で視線を止める方法を考える必要があります。この流れを利用して全く異なる素材と構図を作ってください。例を挙げましょう。カンバスをこの辺りで切り取り、視線の流れを閉じ込めていたリップスティックを額縁に変えて中央にキャラクターを配置します。周りにあった円状の視線の流れも線ではなく花戸を使って視線の流れを誘導します。このように視線の流れを把握して違う絵を描きながら勉強してください。この絵とこの絵は全く違う絵ですが、視線の流れを止める方法は同じです。このように勉強してください。1番目は色相対比、2番目はフレーム構成、3番目は線要素の活用。この3つを意識して背景を構成しながら感覚をつかみ、その後に透視の理論を勉強して描いてください。平面的な絵を見たので、次は遠近法について説明します。絵を描くときに使う遠近法は大きく、線遠近法と空気遠近法に分かれます。